はい、皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今ですね、スタバのメニューを書いています。ダークモカチップフラペチーノとチョコレートクリームドーナツ。これですね、贅沢な私のおやつです。今回はレイヤーの使い方について説明しようと思います。私がどんな風にレイヤーを使って書いているのか、初心者の方にもわかりやすく解説しようと思います。今、下書きをしています。それで、レイヤーはこういう風になっています。背景があって、一番上にグリッドがあって、今ここに書いています。では、下書きをさーっと終わらせて、そもそもレイヤーって何っていうお話をしようかなと思います。はい、下書きができました。だいたい1時間ですね。線画を描き始めました。それでは、レイヤーって何っていうお話をしようと思います。レイヤーは層とか階層っていう意味です。簡単に言うと、透明な紙が重なっていて、それぞれの透明な紙に絵の部品を描いていくっていうイメージです。ここには丸を描いて、このレイヤーには三角を描いて、それでこのレイヤーには四角を描いて、それを上から見たらこうなる、みたいな感じですね。それぞれのレイヤーに自由に描いたり、それぞれのレイヤーを自由に形を変えたりして絵を描いていきます。デジタルの絵描きさんはだいたいレイヤーを駆使して絵を描いていますね。レイヤーを増やしたり、順番を変えたり、それぞれみんな自分のやり方でやっています。はい、それで今のレイヤーの構成はこんな感じ。さっき描いた下書きの不透明度を下げて、薄くして、それでその上に新しいレイヤーを追加して描いています。はい、線画が完成。50分でした。ここまでの作業時間は1時間50分です。では、色の下塗りです。ここからじゃんじゃんレイヤーを追加してレイヤーを分けていきますよ。白いクリームの下塗りをしたら、その上に別レイヤーを作ってチョコレートソースの下塗りをします。カップの縁も別レイヤーにします。カップ本体も別レイヤーにします。スターバックスのロゴも別レイヤーで描きます。ロゴマークのキャラクターも別レイヤーにします。キャラクターって似てないと一発でバレるんで、とっても慎重に描く必要があるんですよ。これ何度も調整しながら描いています。レイヤーって結構分けるんだねっていう感じがしません？今回は説明しやすいようにわざと多く分けて描いています。分ければ分けるほど効率が良さそうなレイヤー分けなんですけれども、いいことばかりじゃなくてデメリットも実はあるんです。そんなお話もこの後しようと思います。はい、下塗りができました。約1時間半かかりました。ロゴを丁寧に書いたんで時間がかかりましたね。ここまでのトータルは3時間20分。それでレイヤーをこういう風に13個に分けました。それでは書き込みをしていきます。分けておいたレイヤーごとに書き込みをしていきます。まずは白いクリームから。その前にレイヤーの透明度をロックします。これ今何をしたかというと、透明な部分には絵が描けないようにしたんですね。先ほど説明したようにレイヤーとは透明な紙なんです。それで色が塗ってある部分以外は透明なんですね。この透明部分をロックして絵が描けないっていうことは、つまりははみ出ないっていうことなんですね。この透明度ロックがとっても便利で私はいつも対応してます。はみ出ないんだから、はみ出るのを気にせずにザーッとかけていいんですよね。チョコレートソースも透明度をロックして今描いています。時々はみ出して描きたい時なんかもあります。この白い部分にちょっと描きたいとかね。そういう時は透明度ロックを解除して描きます。透明度ロックをオンしたりオフしながら描いています。ではここでレイヤーを使うメリットとデメリットのお話をしようかなと思います。人によってレイヤーを使うメリットの考え方ってちょっと違うので、私の個人的な考えです。私は個人的にそのメリットは作業の効率が上がることだと思ってます。レイヤーを別にしておけば他の部分に気を使わずに絵が描けます。はみ出しても気にしなくていいですし、間違ってもそのレイヤーだけ直せばいいから他への影響も少ないです。後からそのレイヤーだけ色を変えたいとか形を変えたいとかそういったこともできるので調整がとってもしやすいです。で、絵ができた後、やっぱりこの部分だけ色変えたいってなっても別レイヤーになっていれば簡単にできますよね。レイヤー分けしないで1枚の絵で描くと修正範囲が大きくなることもあると思うんですよね。ここだけ直したいのにどうしても他のとこも一緒に直さなきゃいけなくなるなんてこともあると思うんですよね。
じゃあどんどんレイヤー分けしておいた方がいいよねって感じなんですけれども、いいことばかりでもないんです。デメリットはまず処理が重くなること。レイヤーが1つなら絵は1枚なんだけども、レイヤーが10個なら10枚の絵になります。同時に10枚とか20枚の絵を処理するので、当然その処理が重くなります。古いパソコンとかスペックが低いタブレットだと動きが遅くなったり固まったりもします。もう一つデメリット。それはちゃんと整理しないとぐちゃぐちゃになるということですね。レイヤーは増やしすぎると逆に作業効率が落ちることがあります。どのレイヤーだったかわからなくなっちゃって、その確認に時間がかかったりするなんてこともあります。また、レイヤーが分かれていることを忘れて、違うレイヤーにずっと書き進めていたなんてこともよくあります。そうなるともうね、どれがどれだかわかんなくなっちゃいます。個人的には整理整頓が苦手な方っていうのは、レイヤー管理も苦手かもしれないなというふうに思います。レイヤーを使うときは、とにかく増やしすぎ注意、またやりすぎ注意だと思います。ということで、絵ができました。今回の動画は50倍速以上の超高速再生でお届けしました。この他に超低速のイラストメイキング動画を用意しています。それは3倍速なので、細かなブラシの動きとか、レイヤーとかツールの使い方がよくわかるようになっています。全部で2時間半ぐらいあります。説明欄にリンクの URL を置いておきます。ぜひ覗いてみてくださいね。もしこの動画が面白かった、参考になったと思ったら、高評価ボタンをお願いします。応援してもいいよという方は、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。コメントもお待ちしています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。